メッセンジャーバッグとバックパック、どっちがいいのか徹底検証してみました。ということで今回は自転車乗りならね、やっぱり迷ってしまうこのバックパックとメッセンジャーバッグ、どっちがねいいのかっていうのをですね、8つの点でバッチリ比較しましたので、それぞれ比べてね、結果どっちがいいんですかっていうのをですね、皆さんに答えていきたいと思います。結論をね言ってしまうとですね、個人的にはですね、両方持ってるのが正解っていうのが個人的な結論でございますけども、なぜそういう結論になったのかっていうのをね、一つずつちょっとね紐をほどいて見てもらえればなと思います。ということで今回ね比較するにあたってバッグ2つ用意しました。はい、僕がもう大好きなガチメッセンジャーバッグブランドですね。バガブーバックスですね。はい、こちらメッセンジャー、こちらバックパック、どっちもね同じメーカーのものでございますし、容量も大体一緒、30リッターぐらい。裏のターポリンもカスタムしてまして、同じイエローということですね。もう比較するなら同じじゃないとダメだよねと思いまして、同じものをしっかりと用意しました。海外では結構有名なんですけど、日本では知られてないです。なぜなら代理店が少ないからです。なんですけども、めちゃめちゃいいバッグなんで、ぜひねチェックしてほしいです。ハンガリーというですね、ヨーロッパの国で作られているバックパックメーカーですね。全部ハンドメイドで職人が一個一個作ってます。ハンガリーという国はですね、自転車にすごく優しい国でして、自転車のレーンがたくさんあるのはもちろんですけども、自転車とランナーがしっかりとね住み分けされているレーン、そういったレーンもたくさんあります。自転車を持ってですね、電車に直接乗せることのできる車両があります。輪行しなくても全然 OK と。そしてですね、物価も結構安くて治安もかなり良いと言われている国でございます。僕はね行ったことないんですけども、ぜひとも行ってみたいなとこのブランドを知ってね思いました。はい、てかこの工場に行きたいですね、バガブーの工場にね。はい、そんなねバガブーのバッグを今回ね使って比較していきます。こちらねワークホースというですねタイプのメッセンジャーバッグ、メッセンジャーの中でもガチなやつですね。でこちらランセルバッグですね。ランドセルですね。ざっくりで言うとクラシカルなバッグ、どっちもですね、古き良きメッセンジャーの DNA を受け継いだものになってます。僕はこういう系が好きなんでね、今回これらを用意してます。ということでね、一個一個やっていきます。形状比較ですね。バックパックとメッセンジャーって同じバッグなんですけども、形状はねよく見るとちょっと違います。メッセンジャーバッグは見ての通りですね、横型、横長になってます。横長で浅いですね。はい、これがメッセンジャーの特徴です。バックパックは基本的には縦長です。そして深いです。縦長の深型っていうのがですね、バックパックの特徴でございます。そして両方に型があるのが特徴ですね。歩くシチュエーションに関してはメッセンジャーは荷物の重さを感じやすいです。なぜならここでしか支えてないからです。こう普通に立った状態だと荷物がそのままドーンとくるので結構重たいです。もしもメッセンジャーバッグで歩く機会もあるのであれば、このワークホースみたいなさらにサブのパッドがしっかりとついたモデルであれば、こことここでしっかりと支えることができますので、非常に安定してて、はい、重さも感じにくいので、個人的には、こういうタイプのものをおすすめします。対してリュックはどうでしょう。これはね間違いないですよね。はい、定番ですけども間違いないと思います。リュックに関してはパッドの入っているところで両肩で支えますので、歩くとかね、登るとか、はい、下るとか、どんなシチュエーションでも非常に楽なのがリュックですね。はい、どんなに安いものとかどんなに高いものを買ったとしても両肩で支えるので安定感っていうのは全然違いますね。重さを感じにくいかといったら、まさに重さを感じにくいのはリュックタイプだと思います。リュックの方が安定していると思います。基本的なメッセンジャーバッグっていうのはここだけです。1本でやってるものがほとんどです。こう走ってる時にどうしても、これちょっとオーバーですけども、揺れちゃいます。メッセンジャーバッグで安定感を求めるなら、はい、これ3点締めができるもの、これもマストですね。これがないとダメです。はい、これがあることで初めてバッグがね前に来ないようにできます。さらに安定感を求めるならば、
こちらですね。もう僕のこのワークホースの一番大好きなところなんですけども、はい、両肩で支えることのできるパッドがついているモデルもあります。バガブーに関してはついてるんですけども、こうすることでも X になってますよね。肩の痛みを分散できますし、よりさらに1個上の高い位置にねバッグを持っていくことができます。ただここまであってもやはりリュックの安定感には勝てないかなと個人的には思ってます。リュック見てみましょう。リュックの安定感は半端ないです。間違いないです。リュックもね何もしないとプラプラしちゃうんですけども、まずこの胸のバンドですね。これをすることでですね、安定感が1段階上がります。ギュッと、はい、これ非常に強いです。これだけでも非常にすごいんですが、登山用のバッグなんかもねあると思いますが、こういう腰ベルトですね。この腰ベルトがついているものですともう完璧に体にフィットしますちょっとねガチ感は出るんですけども、ここまでやるともうどんなに暴れてもですね体に密着してますので全然ブレないです。ものによってはですね結構腰で支えられるようなものもあります。はい、なので、安定して肩にかかる重力も分散することができてですね、結構やっぱ安心というか間違いないですね。リュックはやっぱ、歩くというシチュエーションに関してはやはり、リュックは間違いないです。バイクを漕ぐとなるとですね、やはりちょっとここの締め切った時の可動域がやっぱ気になるところではあるんですが、その他の面ではやはりリュックの方がいいですね。この腰回りの安定感が半端ないですね。どっちが肩に来るかと言われたらメッセンジャーバッグの方が肩にきますね。リュックは両方のパッドで支えます。腰でもね、ものによっては支えることのできるものもあります。はい、非常にですね、よくできてます。メッセンジャーバッグは良くも悪くも1本です。肩1つで支えてますので、自転車乗るときはあまり気にならないんですが、歩くというシチュエーションになってしまうと肩にのしかかってきます。結構特に重い荷物を背負っちゃうとね。なので、先ほども言いましたが、このよいしょ、もう一つね分散してくれるようなパッドがついているものがあればその辺のデメリットは解消できるんですが、なかなかこういうものはないですので、普通のメッセンジャーバッグというとやはり1個だけになってしまうので肩にきやすいかなと思います。自転車乗ってる時はすごい快適なんですけどね、荷物の取り出しやすさというところですね。これはメッセンジャーバッグに軍配が上がるんじゃないかなと思います。メッセンジャーバッグはですね、こう前にシュッと持ってきた時にですね、肩にかけたまま荷物を取り出すことができますね。こんな感じで腰にこう当ててね、腰と肩でこう支えながらこうあれやこれや探すことができます。道中何かね携帯とかわかんない財布とか何か取り出すシチュエーションがあるかもしれない。自販機なんか買いたいなとかわかんないですけど、そういう時に結構ね重宝しますね。もともとメッセンジャーバッグね、たくさんの荷物を、いろんなところに届けるので、もういちいち下ろしてられないんですよね。バッとやってはいお届け物です、はいどうもありがとうございましたつってでこのままシューッとやってもう自転車乗るみたいな、そういう結構忙しい職業なので、やっぱりこのスピード感っていうのはメッセンジャーならではかなと思います。ガチのメッセンジャーバッグはコーデュラーナイロン非常に強力な生地使ってますので、こうねジャリジャリのコンクリートにバーンって乗せても大丈夫ではありますが、取り出しやすさという面ではメッセンジャーいいと思います。一応ですね、もちろんリュックもちょっとやってみます。バックパックに関してはですね、基本的には普通です。別に取り出しにくいとは言いませんけども普通です。ただこう肩にかけながら荷物を取るとなるとやはりこういう形になると思います。なかなかこの状態で荷物を取るとなるとちょっとこうしんどいですね。やっぱ高さが出てしまうので、こう覗き込むような形になると思います。またはね片方でこうやるんであれば、こんな感じになるんですけども、メッセンジャーよりかはやはりこう取り出しにくいのかなと思います。なんでリュックの場合は基本的にはもう下ろしちゃってバリバリやってこう探すといったスタイルが一番こう、使い勝手がいいというかやりやすいのかなと思います。さあそして続きまして汗問題ですよね。背中に汗べっちょーってなっちゃうと思います。今ね夏なんで暑いんで余計にそうだと思いますけども、この辺の対策、この辺によりこうフォーカスして汗のかきにくいモデルがどっちかっていうとですね、それはリュックの方が多いですね。結構ね汗がかきにくいように何かこう、
針金が入ってるモデルとかこう、ね、空間を作ってるとかメッシュになってるとかそういったモデルたくさんありますし、後付けでメッシュのパネルを取り付けることのできるものも結構あります。なのでリュックの方がそういった対策をしているもの、対策をしているグッズっていうのが結構豊富にあります。対してメッセンジャーですね。メッセンジャーバッグは残念ながらそういった、モデルっていうのはあまりないです。背面がねメッシュになってるものは結構あるんですけども、例えばここがなんかこう骨が入ってて空間ができますとか、そういったモデルは僕は正直見たことないですね。なので汗のかきにくさというか、汗がかきにくいモデルがどっちが多いかって言ったらリュックですね。リュックもね結局かいちゃうんですけどね、どんな対策しても自転車乗ってるとどうしても汗はかいてしまうんですけども、ものとしてそういう対策してるものはどっちが多いかって言ったらリュックタイプのものが多いです。バカブーに関してはですね、この背面をですねメッシュにするカスタムできます。当然ね、メッセンジャーもメッシュにするカスタムもありますので、気になる人はですねそういうのをするといくらかマシになると思います。実際に乗った時の乗車姿勢した時どっちが楽かっていうのもねちゃんとお伝えしていきます。まずメッセンジャーに関してですけども、メッセンジャーバッグはですね位置が高めについてます。これわざと高くしてるわけじゃなくて、本当に一番下がここなんですけども、高い位置にあるので前傾姿勢になった時の肩への負担がほとんどないです。肩に今はほとんど負荷がかかってなくて、背中にズンとのしかかってるようなので肩が痛くないのがポイント。そしてこの腕の可動域がですね広いです。全然ノンストレスで腕を動かすことができますので、こういったロードバイクとかねピストもそうですけども、結構ハンドル幅が狭いやつに乗るときはですね窮屈じゃなくて非常に走りやすいです。自転車に乗るときは快適ですね。メッセンジャーはアップライドな姿勢になってくるとですね、やはりどうしてもどんどん重さは感じやすくなってきます。それでもマシなんですけども、やはり一番光るのは前傾姿勢がちょっときつめのバイクですね。そういった時にメッセンジャーの強みっていうのは結構出てくると思います。リュックはどうかというとですね、ちゃんとしたリュックですと、めちゃくちゃ違うかっつったらそうでもないのが正直なところです。少しでもね密着させたいのはギュッとさせるしかないんですけども、やりすぎるとやはりここがきつくなってしまいますので、どうしても少し緩めないとねしんどいんですけども、それでもですねやはり前傾姿勢をしっかり取ればリュックは上の方に持っていくことができますし、バッグは暴れないので、腰ベルトがあればリュックはリュックの魅力がやっぱありますよね。全然これはこれで僕はいいと思ってます。どっちが走りやすいかともう言われどっちかってなったらやはりメッセンジャーですけども、別にリュックが走りにくいかって言ったら別にそんなことはないです。全然めちゃくちゃいい感じです。そして最後ですね、ごめんなさい、一つ言い忘れました。リュックの形状について続きですね。リュックタイプに関してはですね、ほとんどのものがたくさんの仕切りがついてます。参考までにね、バガブーのランセル、このランドセルタイプのモデルですけども、こちらはここにでっかいポケットが1、2、真ん中にジップがドンという感じ。これはねちょっとメッセンジャー寄りなんであんまり参考にならないかもしれないですけども、皆さんが使っているリュックなんかは結構ね仕切り多いもの多いと思います。中を開くと小物入れがあって、でっかい空間があって、メッシュポケットがあるといったような感じでございます。対してメッセンジャーバッグに関しては基本的にはガバッと一枚側1枚だけです。これはね諸刃の剣なんですけども、いい面もあれば悪い面もあります。ただ何も考えずにでかいものをバカスカ入れるにはすごくいいですね。ペンが刺せるところ、こういったメモとかも入れられますよね。小さいパソコンとか、あとはでかい iPad とかだったら全然入るようなスペース。あとはですね、もうでっかい空間がドーンとあります。この中にヘルメットをボーンと入れたり、シューズ入れたりとか、濡れた着替えとかレインウェアなんかもブワーンと入れることもできます。もう結構バカスカ入れることができるのがいいところでもあり、仕分けできないのも悪いところでもありますね。僕の場合はこういった、インナーケースですね、で仕切りを作ることが多いです。あとはバガブーのこのカスタムを使って中にメッシュポケットを3つ、小物入れを1つ追加しているのと、ラップトップをですね固定するバンドもつけてます。なので結構ですねメッセンジャーバッグなんですけども、使い勝手はいいように、工夫はしていますね。メッセンジャーのガバッと感が好きな人はですね、そのまま使ってもいいですし、メッセンジャー好きだけどガバッと感がもうちょっと仕分けしたいなって人はバックインバッグをね使うとね上手に仕分けできると思います。そういうのめんどくさい人は
リュックタイプの方がたくさん仕分けができるものが多いのでおすすめですね。はい、てな感じでですね、メッセンジャーバッグ、リュックをね、今回徹底的にちょっと比較してみましたけども、まとめました。はい、結論、ケンタはどっちがいいかという話でございます。歩き多いならリュックです。基本リュックとかバッグ背負うときはチャリだけですって時はメッセンジャーでいいと思います。もうどっちかってなっちゃったらね。でも個人的には両方持ってるのが一番幸せだなと思います。正直ですね、総合的にはですね、メッセンジャーバッグよりもこのバックパックタイプの方がメリットは多いです。ね、なんやかんや通勤する人は歩くこと多いと思います。もちろんね、メッセンジャーバッグの方が結構便利だぜっていう、そういったシチュエーション結構あります。ちょこちょこあるんですけども、まあまあ限定的ですので、別にそれがリュックに全くできないかっつったらそういうわけではないので、そんなにめちゃめちゃ変わるかって言われたらそこまで変わらないのが正直な感想でございます。登山系のバッグにメッセンジャータイプのものがないっていうのはそういうことですね。ロングライドするならどっちかという話をねちょっとね割り込ませていくと、トレランザックが最強です。軽くて体に密着する、全てにおいてパーフェクトなのがトレランザックです。ただトレランザックが通勤通学に向いてるかって言ったら俺はそうは思ってないです。なぜなら柔らかすぎて耐久性が全然ないからですね。はい、例えばデリケートなパソコンとかタブレットとか入れるじゃないですか。よっしゃ着いたーっつってドンってやった時に、はい、絶対いつか割ります。僕はちなみにそれでカメラの液晶を割ったことがあります。通勤通学とかハードに使うんであれば、バガブー含めたこのコードラーナイロンでしっかりと頑丈なスレとか衝撃にも強いモデルを買った方がいいと思います。もちろんね防水性も気にした方がいいと思います。これですね、後ろにターポリン使ったようなものとか止水ジップを使ったものとか、その辺がおすすめです。この2つはもちろんねちゃんとされてます。メッセンジャーバッグっていうのはこの少数派という個性ですよね。魅力っていうのはあえてメッセンジャーを選ぶ人っていうのはカルチャー的な部分も含めてそういったスタイリングに魅力を感じてる人が多いからだと思います。特定の条件でメッセンジャーっていうのは非常に、ね、使いやすいないいなと思うシチュエーションはあるんですけども、リュックと比べるとねなんていうんですかね、少ないんですよね。例えば肩のシチュエーションとかね、結構肩に来ちゃうじゃないですか。こういうガチなやつじゃないとやはりちょっとしんどいよね。そういったデメリット、その辺もですね、愛があればいいじゃないかというですね、愛が全てを解決するというですね、そういった人結構多いんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、もしもねためになった、役に立ったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。